どうも、ケイスケです。今日はですね、久々にちょっと渋谷の方まで来ておりまして、レンズのレビューをね、やりたいと思うんですけども、こちらですね、ビルトロックスから出ている 16mmF1.8 っていうね、レンズがありまして、なんとこれがね、めちゃくちゃクオリティが高いと。なんか僕、ビルトロックスって聞くと、あんまりクオリティ高くないイメージだったんですけど、なかなかいいらしいんで、早速、ちょっといろいろ撮っていきながら、レビューしていきたいと思います。早速行ってみましょう。渋谷におります。ここ僕撮影スポットとしてめちゃくちゃ好きなスポットです。ちょっとここでも1枚撮ってみようか。まさかのオフィス来たら誰もおらんっていうねはい、よいしょ。ちょっと渋谷で使ってきました。まあこれからももう少し使うんですけども、先にこのレンズの概要をご紹介しておきます。こちら、はい、僕の今回使っているレンズがビルトロックス 16mmF1.8 のレンズです。それこそ最新のレンズだとシグマから 14mmF1.4、16mmF1.4 だっけ、めちゃめちゃ広角なのに明るいレンズっていうのが出ましたけど、まあそれと似たような感じで 16mm っていうめちゃめちゃ広角ながら F1.8 を実現したレンズであります。それとこれさっき冒頭でも言ったと思うんですけども、なんと海外のレビューでG マスターレンズよりも画質がいいと言われてるんですよね。比較されたのが、1635の G マスターレンズ、ソニーの G マスターレンズなんですけども、それと比べても画質がいいんじゃないかというものになっています。その G マスターレンズ今いくらするのかわかんないけど、25万とかするのかな。で、このレンズなんとですね、7万で買えるんですよ。7万で買えるっていうことは、何倍？3、4倍するぐらいの値段差ね。で、値段的には3、4分の1で買えるのに、画質的には同じぐらいあると。もちろんね、レンズのスペックとかも違うんですけども、ただ、そういうね、画質の部分に関してはこっちのレンズの方が上だと言われています。一応スペックのところからご紹介しておくと、16mm フルサイズ E マウント、ソニーのね、フルサイズ E マウント用のレンズで 16mm となっています。F 値は F1.8 スタートで、MAX が F22 となっております。で、最短撮影距離 0.27m、これね、モニターついてるんですけども、0.27m というものになっていて、重さは 550g という感じになってます。まあ、軽かないけど、このスペックだったら、まあ、許せるかなっていうぐらいの重さかなっていう感じです。これまたビルトロックスってあんまりこう外観も良くなかったんですけど、今回ね、結構しっかりしてんのよね。ここにね、モニターがついて、電源を入れると、はい、こういう風にモニターがつきます。で、例えば、こうレンズの焦点距離とかっていうのがね、ここに表示されるようになったりとかするのと、ファンクションボタンも2つついています。で、そうだ、これなんとですね、オートフォーカス付きなんですよ。ビルトロックスとかのレンズ、要は、なんだろうな、他社製のレンズで、まあ、シグマとかタムロン以外のレンズって結構マニュアルフォーカスのものが多いイメージだったんですけども、最近はサムヤンとか、このビルトロックスとかもオートフォーカスが効くようになっていて、しかもそのオートフォーカスの性能も結構いいんですよね。やっぱソニーのカメラなんで、わりかしそのオートフォーカスも良くなるという感じになってます。素晴らしいよね。でも実際やっぱ外観もしっかりしてるし、フィルター径も 72mm と結構、77mm か。はい、77mm ですね。はい、と使いやすくなっています。これでさ、しかも見て、ここにクリックのオンオフ、ここに F 値の絞りリングがあるんですけども、絞りリングのクリックのオンオフも設定することができます。もうマジでスペックとしてはソニーの純正の G レンズ GM レンズと同じようなこのねカスタムの感じはあるのに、さらに加えて画質もめちゃくちゃいいと。で、今調べたら14mm の G マスターのレンズもあるんですけども、それとも本当に画質同じぐらいらしいです。そんなことあるちょっともうちょい撮りに行ってみましょうか。行こう、中目黒に出演しよう。
はい、ということで外に出てきました。今早速レンズの方を新しいビルトロックスのレンズ使って、動画も撮っています。まあ基本ね、やっぱ動画の時はですね、ソニー純正のレンズの方が手ブレ補正が効くので、若干手ブレ補正甘いかなと思うんですけども、どうでしょうか。いやでもね、オートフォーカスもなんかね、めちゃくちゃいい感じで、こうちゃんとね目トラッキングしてる感がある。ちょっとイソオートにするか。ほい、どうでしょうか。まあ手ブレ補正の感じもう弱いとはいえ、16mm 広角なんでだいぶ気にはならないんじゃないかなっていう感じでありますね。しかもさ F1.8 だから割とさ後ろもボケ感あってね、綺麗に映ってるなっていう感じはしますね。写真でも動画でもこれ使えるんだったらなんかいいよな。映ってる？はい、ということでオートフォーカスのテストをしてみます。今多分僕の目に合ってると思うんですけど、このまま遠ざかっててもずっと僕の顔にピントが合ってるのか。結構 F1.8 だからここまで寄るとボケてると思う、背景が。でどうでしょうか。ずっと見たがってるかな。合ってない？合ってる。ほい。これちょっとそのままにしといて。いいよ。はい。一応こんな感じでオートフォーカスになっております。どうでしょうか。早かった？どうだった？もう一回やってみ。はい。ケイスケの動画。はい、ということで試してきました。帰ってきたらユートログがいました。端っこにはい。で、レンズ試してきたんですけど、めちゃめちゃいいかもしれない。いや、ちょっとバカにしてた、完全に。っていうのも、まず画質めちゃいい感じです。僕今回は α1 っていうカメラで撮ったんですけども、基本的にやっぱレンズの性能って高画素機、画素数が多いカメラで比較すると結構ね、よく比較が分かるんですよね。なので結構よく差が分かるんですよね。なんでこのねα1 で試してきたんですけども、それでももう画質めちゃくちゃ良くて F1.8、普通こう F 値って低い方がちょっと画質が悪かったりするんですけども、 F1.8 から結構キレキレで、まあ確かに端っこの方を気持ちもやっとしてるところも、よく拡大したら分からなくはないかなというところではあるんですけども、それも F4 ぐらいまでいったらもうねほぼ改善されて、文字とかも結構はっきり見えるようになったので、その辺はもうね問題ないかなっていう感じでした。もう中心部はもうほんと変わらなくて、端っこの方だけですね、そういうのが気持ち悪かなぐらい。それでもやっぱ他のレンズと比べても全然そういうのは目立たないです。で、あとちょっと使ってた感じなんですけど、なんか線がめちゃいい感じなんですよ。線がめちゃいい感じって伝わるかな。しっとり感がちょっと出てるっていうのが僕は結構好きで、なんか割と取って出しでもこうちょっとクッとシャドウがね下がる感じが、もちろんこれカメラのせいもあるんですけども、なんか色合いみたいなのがまとまってるなっていう感じがして、その辺も僕好きです。割とね結構安めの、レンズってなんかね黄色いねなんだろうな、ちょっと白がね黄みがかったりとかそういうのもあるんですけども、あんまりそれもなくてですね、割とホワイトもしっかり撮られて、気持ちいい感じになってるかなと思いました。あとねオートフォーカスめちゃくちゃいい感じです。オートフォーカスも写真も動画もどっちもいいです。動画ね今撮ってるね、こういう動画でも全然こうアイトラッキングっていうんですか、目ちゃんとトラッキングしてくれてるし、あとは、写真の方でも全然ねこうオートフォーカスで迷うってことはなかったですね。で実際にこういろいろ使ってみたんですけども、やっぱり純正レンズの方が多分ねほんと早いと思うんですよ。早いと思うんですけど、
実用上なんか変わるかって言われるとそうでもないっていうのと、あとはやっぱ広角レンズなんでそんなにボケ感も意識しなくていいってことを考えると、もう本当に十分オートフォーカス性能も勝っているというか、このレンズのスペックにしては十分なんじゃないかなと思います。であとそのね、ビルドクオリティ的な部分も良くて、値段のね結構低めのレンズってこの辺のクオリティが良くなかったりするんですよ。でこのレンズも7万円ぐらいなんで、スペックからするとかなり値段お安いんですよね。なんでちょっとクオリティ悪かったりするのかなと思ったんですけど、こういう液晶もついてて、絞りリングもついてて、なおかつ結構しっかりしたビルド感もあって、なんか全然値段のね安さを感じないです。こんな骨枠っていいのかな。あとなんだろう、オートフォーカス、マニュアルフォーカスのスイッチもあるし、ここにファンクションボタンが2つあって、プリオートフォーカスとか、あとは AP フォーカス、ここの点からここの点まで、フォーカスをこうね移動させるとか、そういう風にこの FN ボタンっていうのも使える感じになっています。でクリックのオンオフもついてて、であとそうだ、周辺原光とか、やっぱ F 値の低いレンズってこう周りがねちょっと暗くなりがちなんですけども、それも F1.8 だと気持ちやっぱ出るなっていう感じはするんですけども、それも F4 ぐらいになったらだいぶ改善されるので、F1.8 でも全然ね、ライトルームとかの編集ソフトの補正で十分補正できる程度ではあるんですけども、なくしたいなっていう場合には F4 ぐらいまで絞ってあげると全然それもいいかなと思っております。あとそうだ、ボケ感もいい感じ。実際に F1.8 でこうね撮ってみたんですけども、背景のこのね木漏れ日のボケ感、これもね結構うるさくなるかなと思ったんですけども、なんかこう自然に溶け込んでる感じがあって、その辺もちょっと安いレンズっぽくないなと思いました。いかがでしょうか。どうしても F 値の低いレンズってボケ感の部分がちょっとねレモン型に潰れたりとか、そういったこともあるんですけども、そういうのも比較的なくて割と丸に近いなっていうのがね感じましたね。もちろん今日はね日がガンガンに照ってるわけじゃないんで、ちょっと逆光のね体勢のテストとかできなかったんですけども、でもそれでもね、それ差し引いてもめちゃくちゃいいなと思っちゃいました。なんか調べたところ逆光のね体勢もそこそこあるみたいで、広角レンズってどうしてもこう逆光体勢悪くなりがちというか、逆光の時にフレアとかゴーストっていうのがめちゃくちゃ入ったりするんですけども、それと比べるとだいぶマシになってるっていう話なので、その辺も期待していいかなと思います。ケイスケの動画はいって感じで、褒める部分しかなくなっちゃった。このね 16mm F1.8 っていう画角、ちょっとピーキーっちゃピーキーというか、 16mm っていう広角に F1.8 で単焦点なんでやっぱズームもできないっていうところは、なんだろう、使う人としてはこの画角本当に使うのかなとか思ったりする人もいるんじゃないかなとは思います。ただそういうのを差し引けばですね、星空にも使えるし風景にも使えるし、ちょっとした、かっこいいポートレートにも使えるしって感じで、意外と使う幅広いんじゃないかなと思っています。強いて言えばデメリットみたいな部分で言うと、さっき言った、F 値がちょっと変更できないよ、F 値じゃない、焦点距離が変更できないよ、要は単焦点ですよっていう部分だったりとか、あとは重さがね 550g ってことで、ちょっと他の 16mm よりは重たいかもしれないんですけども、今実際に存在する 16mm 単焦点のレンズの中で多分一番いいっす。他のレビューも見たんですけど一番いいって書いてあるし、僕も実際使ってみて画質的には一番いいかもなと思えるぐらいのレンズなんで、これは自信を持っていいなと思います。ただやっぱりね動画に使う分には純正のねソニー純正のレンズの方が、手ブレ補正が効きやすいっていうところもあるので、基本的には写真に使う形になるかなと思うんですけども、ジンバルに乗っけたりとかここぞという写真に使ってみるとか、いろんな使い方できると思いますので、ぜひ一度試してみてほしいなと思います。冒頭でも言ったんですけど G マスターレンズが20万ちょっと25万ぐらいに対して7万安い。あとちょっとこれそうだ、これ赤ロゴだけあんま気に入ってないです。なんでここ赤い色と思ってるぐらいそれ以外はもう本当に何も気にならないぐらい素晴らしいレンズなので、ぜひ皆さん試してみてくれると嬉しいなと思います。こちらの詳細概要欄に貼っておりますので、ぜひ気になった方は試してみてください。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。